ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの緑誕生陸を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、29日に行われたリージョナルチャンピオンシップスーパークオリフィアにおいて、10勝1敗で見事3位入賞を果たしたリストですね。上陸デッキは10日くらい前に一度紹介しているのですが、あれ以降様々な構築が考察されていて、現在の競技で何度も優勝を果たしており、現環境で完全にトップメタとなったアーキタイプですね。スーパークオリフィアの翌日の MO チャレンジにおいても、緑誕生陸がワンツーフィニッシュを果たしていて、このデッキの強さがとんでもないことがわかりますね。ちなみにこの大会では上陸デッキがトップ8に5つ入賞しています。以前も紹介したセレジニア上陸とベースの動きは同じになっていて、土のベンダーの位に至るで生物を育てて、強靭形態の調和者でパワーを何枚にもして勝つというデッキですね。土のベンダーはカウンターが4つ乗ると、上陸のためにプラス1+1カウンターをばらまけるのですが、それ以上にトランプルを付与することができるのがかなり強いカードとなっています。上陸デッキの弱点としてジャンプブロッカーでしのがれるというものがあったのですが、このカードの登場によって全ての生物をバカデカトランプルにすることができますね。このカードとの組み合わせが強力なのがやはり調和者で、任意の生物が突然ティファに変身するので、相手からするといつ即死コンボが飛んでくるかわからないという恐怖があります。以前のものと比べるとアナグマモグラが入ったことにより展開スピードが速くなり、フェッチランドに土の技を使うことで上陸回数が増やせるようになっています。またサイドに苔生まれのハイドラが採用されているのですが、おそらく除去がほぼないミラーマッチで先にさっさと勝つためのカードじゃないかと思われます。はい、ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。1試合目は特に1ゲーム目も2ゲーム目もこのデッキの違った強さがわかる試合になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。さあやってきます。こちら先手、はい、ラノエルから入って、筒のベンダーに至るが、2ターン目アンタップインが引ければ出せるというハンドですね。土地が引けなければ、はい、小道経由になりますが、これはもうアナグマモグラで、小道切っていきますか。さあ、これで土地を伸ばしながら小道を残すことができるので、後々上陸をさらに増やせるという動きですね。相手はこれ白黒ミッドレンジですかね。白黒ミッドはたまに当たるぐらいのデッキではありますが、さあこれは狩人を抜くしかないでしょう。はい。さあこれどうしていくか。土地が引けなかったので現状使えるマナが4マナだけ。土のベンダーかな。これをさらに小道に使って、どんどんとカウンターを貯めていきましょう。さあ、さらに小道切って、カウンターが、3つ乗っていく。で、ベールは別にこのターン構えなくていいんで、交わりを打っていきましょう。お、いいですね。調和差が見つかりましたね。アナグマモグラはもう、完全に仕事は果たしているので、全然除けられてもいいカードですね。さあ、相手、このターンどうしてくるか。月、なるほど。はい。飛行で2点ライフゲイン。4、5、6、7。調和者出して、世界踏破者出してからの小道までいけるかな。6マナ。ワープコストで唱えた方がいいですね。ちょっと計算してみましたけど、やはり多分このターンには倒せないかな。さあ、上陸2回だけで、プラス1カウンターは乗るんですが、このターン倒すことは多分できないかな。ベール使っても。14点入れていきましょう。能力スタックでさらに小道切って、さらに能力スタックでベールとかでも倒せないはず。多分。ちょっと計算がめんどくさいんで、あれですけど、とりあえず14点ですね。ベール構えてたら多分、この状況から負けることはないかなと。ここでそのクリーチャーを除けれたとしても、
踏破者に次のターン調和者が乗って、で、ベール構えながらっていう動きになるんで、まあ、ほぼほぼ勝ちの状況ではないかなと。お、幽霊による非合。これは、踏破者ですね。うん。踏破者を取って、これだとワンチャンあるのかな。こっちが土地引かないと、パワーが倍にできないんで、まだワンチャンあるか。さあ、このターン5点ゲインをしていく。残り11点まで。さらにハリーヤ。なるほど。ああ、そういうデッキか。まあ、ライフゲインしながら横並びしていきたいっていう感じのデッキですね。さらにスキーで、はい、トークンが出てくる。なるほど。お、ただ小道引いたんで、これは勝ちですね。さあ、アナグマモグラをどんどんでかくしていきましょう。これで、22までいきますね。まあ、ベール使ったらもっとでかくなりますけど。で、土のベンダーのクライニータルによってトランプルもついてるんで、ワンパンで KO することはできると。いや、これがね、本当このデッキの強みですね。何でもワンパンマンになっていくと。さあ、行きましょう。相手まあ、白黒のライフゲインの、まあ、システムクリーチャーが多いデッキなんで、除去は増やしておきたいですね。で、墓地対策は抜いて OK で、あと3枚。まあ、交わりは減らしてもいいところではありますね。うん。さあ、1本目勝って2試合目。序盤動けないんで、マリガンですね。はい。こっちキープしていきましょう。ひなチョコボ1枚だけもらって、まあ、ベールは取っておきたいという感じですね。さあ、相手は情報ランドからスタート。コウモリ捨てる。なるほど。ラノエル引けたので、これはラノエルから行くか。まあ、土のベンダーを先に出していきたいという形ですね。さあ、ここもタップインから、ただここは除去られていく。うん。とりあえず土地を引く必要がありますが、まあ、ひなチョコを育てながら、ちょっと構えていきますか。さあ、アンタップインからムック。なるほど。ただ土地引かず、これは一旦重宝するしかないですね。まあ、交わりで、はい。除去と土地。ただ、まあ、次のターン、土のベンダー打っていきたいんで、まあ、土地だけもらっていきますか。うん。まあ、理想としてはね、このターンにアンタップイン土地引いて、で、土のベンダーでしたが、さあ、ただここでコウモリ引かれる。これはどれ抜かれるかな。まあ、調和者かベンダーのどっちかだとは思いますが、お、ベール抜くんだ。ベール抜いてくる。ああ、まあまあまあ。相手が除去を持っているという形ですかね。さあ、そして、まあ、アタック。原因はまあまあまあ、全然、50点ぐらいまではされても大丈夫。さあ、ということで、とりあえずチョコボ育てながら、土地も伸ばしていきましょう。土のベンダーで、まあ、中底をしていく。3、4は立てていきましょう。一応、まあ、地上クリーチャーがね、殴れなくなるんで。さあ、5マナ目。ただ、幽霊による非合。なるほど。うん。まあちょっと原因がかなり大きいですが、さらにハリーヤ。原因しながらどんどんとアドバンテージを稼いでいくというデッキですね。これはどうしていくか。先に土地欲しいんで、まあ交わりからか。これはどっちとも墓地に置いて、まあ地上クリーチャーを止めながら、土地を探していきたかったですが、土地引かず、ちょっと流れ的には、だいぶ悪めですね。上陸デッキなんで、まあやっぱり上陸ができないと、
かなり動きが微妙になってしまうのですが、さあ相手スキも出してくる。そろそろ危ないか。4-1。まあブロックしそうかなこれは。まあ4マナある状況ではあるんで、さあチョコボは戻ってくるからの、はい、相手結構ドローがつながっていくデッキですね。まあこうなるともうこっちはワンパン狙っていくしかないんで、アナグマモグラ墓地に土地がないので探検家は今は出す必要なくて、アナグマモグラプラス世界踏破者かな。まあちょっと土地伸ばしておきたいかな。ちょっとこの状況だと、まあワンパン40点パンチとか狙っていくしかないんで、世界踏破者で土地を伸ばしながら、まあ、土のベンダーのカウンターを貯めていきたいですね。4つまで貯まれば全然ワンチャンあるんで、まあ、あとはフェッチランドを引ければという感じですね。フェッチが現状1枚もないのがかなりきつい。さあフルパン10点は食らってもいいですね。まあ全部チャンプか相打ちになっちゃうんで。さあ残り37点からの説教者。次のターンワンパン行くしかないですね。フェッチランド引けたら多分いけるとは思うんですが、どうでしょう。4、5、6、7、8マナ使えれば全然いける。あとただ別行動、なるほど。説教者は死んでいきますが、さあ2-1だけ残った状況。お、フェッチ引いた。これいけるか。調和差出して、まあやるしかないんで、もうやるしかないんですけど、ワープコストで払って、まあ1点でもね、多くしたいんで。で、乗ってから、小道置いて、で、まだプラス1カウンターが乗らなくて、で、もう一回小道から、で、ここからは、倍になって、いや、いけますね、これ。はい。26。で、もう一回これ倍になるんで、いけましたね。54点パンチ。いや、これがあるからね、このデッキ、どこからでもワンチャンあるんですよね。全然、こういう状況からでも勝てる。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。まあ、悪くはないかな。アンタップインランドがもう1枚欲しかったですが、まあ、キープしていきましょう。ゴルガリ。で、エルから入っていきますが、まあ、ゴルガリからは基本的にゴルガリコントロール、まあ、ゴルガリランプですね。うん。さて、まあ、全体除去をね、打たれるのがめんどくさいデッキではあるんですが、これはナグマモグラからいきましょう。まあ、小道置いてから小道に土の技ですね。さあ、これはもう、そのまま切っていく。で、小道が戻ってきてからの森と。さて。まあ、ただ、調和差があるんで、まあ、一体でもクリーチャーが生き残ってくれれば、まあ、20点はワンパンで削っていきたいという感じですね。さあ。まあ、割ることはできますが、まあ、それは意味はないと。ここは一旦乱パン。うん。まあ、次のターンあたり全体除去があるかどうか。一旦アナグマモグラからかな。相手がその除去持ってなかったらワンチャンあるんで、さあ、アナグマモグラ行きましょう。止まってこない。これ、勝ってるのでは。まだトツコレ出してないんで、ラヌエルから3マナ出して、で、調和者ですね。相手が、状況持ってなさそう。これ、勝ちましたね。さあ、
戻ってきて、上陸2回からの、まだ土地置いてないんで、もう1回小道置いて、で、2回上陸達成で、パワー32でアタックですね。いや、除去がないとね、ほんとこのデッキ、こんな感じで、突然ね、ワンパン決めてくるんで、じじ、再度行きましょう。まあ、コントロール相手は、墓地対策と、除去は抜いてよくて、で、ビビアン入れていく感じですね。さあ、一歩目勝って2試合目。これクリツァイないんで、マリガンですね。まあ、相手コントロールデッキということで、まあ、基本的には序盤からしっかりと攻めていきたい。まあ、土のベンダーの位に至るさえ引ければ、まあ、除去されても戦っていけるんで、世界踏破者、いいですね。相手なんか構えてそうなんで、厳重との交わりから行きましょう。小道か。まあでも、トンネル持ってるんで、他のカードを探しに行きたいかな。さあ、相手、これ、何も出さなければ、相手何もできないパターンですね。さあ、クリーチャーも出さない。世界踏破者から土地を伸ばしていく。まあ、相手ランプコントロールデッキなんで、多分ね、除去を持ってるハンドだと思うんですけど。さあ、序盤何もさせなかったのは、割と効いてくるのではないかなと。お、確実。これ最近、黒系のデッキから打たれること増えてきましたね。何でくんだろう。踏破者。踏破者は2枚しか入ってないんで、まあというか全然抜かれても OK な枠ですね。基本的に抜かれて困るのは調和者かな。まああとは、土のベンダーの位に至るも、抜かれたら困るかな。まあ対コントロールは特にそうですね。さあ、サマナ使って、踏破者1枚抜いてきただけなんで、これはありがたいですね。とりあえず殴っていきたいので、アナグマモグラは1枚使ってよくて、まあ、厳重出すか、まあ、アナグマもう1体出すか、という形ですが、まあ、重宝もしていきたいんで、どっちかというと、でもあれか。なんともですね。まあ、踏破者で結局、土地をね、探しに行っちゃうんで、まあ探さなくてもいいんですけど、まあトップ2枚土地だったんで、さあさらに土地を引いていく。そして、殴って6点パンチ。土地はもう12分に伸びてるんで、他のカードを探しに行きたいですね。相手のデッキ、全体除去がね、入ってるので、さあ、残り14点。さらに土地引いてくる。ちょっと、何か他のカードを引いていきたい。これは、バー申請使っていきますか。バー申請で、クリーチャーにしてる土地に、土の技を使ったら、はい、パワー4になるんで、パワー3になるんで、踏破者に乗っていけると。さあ、8点パンチ。土地はマジでもういらん。ただもう残り6点ですからね。踏破者だけで倒せる可能性も全然ある。おっと、ただ、ファクトが割られてしまう。さらに土地。さすがに土地引きすぎ。まあ、でかくして殴りますか。相手多分ジャンプしてくるんですが、トンネルも使いますかね。トンネル使って、アナグマモグラも通していきますか。さあ、これで、森がマスブロですね。2点は確定で通って残り4点まで。まあ、ラメルも出しちゃっていいかな。さあ、土地を引きすぎてるので、もう一回全除去が来るとかなり厳しい状況になりますが、まあ、ただバー申請があるんで、ワンチャン押し込めるか。死人肉つなし。さあ、これ何抜いてくるか。ただ、墓地にはまだ強いカード落ちてないんで、大丈夫そうな気はしますね。アナグマモグラ。アナグマモグラは、序盤しか関係ないんで、まあ、むしろ抜いてほしいですね。他のカードを引いていきたい。
これでデッキが圧縮されるんで、有効杯を引く可能性が上がりましたね。さあ、途中戻ってきて、あ、これは勝ったかな。はい。さあ、通常ベンダーで、パワーが2になってからのバー申請でさらにパワーを上げて勝ちですね。まあ、対コントロールはね、バー申請と土のベンダーが強いんで、こんな感じで勝っていきます。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。